こんにちは。宣教師のレジュメです。あなたはアイデアに詰まって困ったことはありませんか？もしくは現在進行型でどうすれば良いアイデアが浮かぶだろうかと悩んでいませんか？実はアイデアを生み出すにはコツがあるんです。なんだって早く教えろよ。そう思ってる迷える子羊におすすめの技術書はこちら。ドン・ジェームス・ W ・ヤングのアイデアの作り方。アイデアの作り方はクリエイティブな思考法をシンプルにまとめた名著です。この本を読めばアイデアを無理やり引き出そうとせずに自然に湧いてくる方法がわかります。本なんてやめてよ。アニメと漫画は見れるけど、活字見るとお目目がパシパシちゃう？安心してください。そんなオタクライフ沼にはまる迷える子羊にアイデアの作り方のエッセンスをわかりやすくご紹介しましょう。あなたのアイデア作りがもっと楽しく、そして効率的になること間違いなしです。この宣教師レジュメのチャンネルではクリエイター向けに技術書や専門書をわかりやすく要約しています。ぜひチャンネル登録といいねしてくれたら次の動画を作るモチベーションになる名ジェームス・ W ・ヤングアイデアの作り方要約動画。アイデアを生む5つのステップ。ステップ1、データを収集する。一般資料と特殊資料を読み込もう。アイデア作りの最初のステップはデータの収集。大量の資料を集める、あるいは日頃から集めておくことがステップ1のやり方です。最も効果的な資料の集め方は一般的な資料と特定の分野に関する特殊資料を集めることです。例えば新しい料理を考えるシェフを想像してみてください。まずスーパーを回っていろんな食材一般資料を見て回り、次に専門的な料理本特殊資料で調理技法を学びます。データの収集はアイデアの材料集めのようなものです。普段から新聞、ネット記事、雑談や街の看板などどんな情報もアイデアの種になります。実際アイデアは思いがけない場所から生まれることも多いですから、スマホのメモ機能を活用して日常的に気になったことをこまめにメモしておくのがおすすめです。ステップ2、データを頭の中で咀嚼する。そして何もしない。さてデータを集め終わったら次は咀嚼作業です。って言っても噛み砕くのはデータでガムじゃないですからね。笑い。この段階では頭の中で情報をぐるぐる混ぜ合わせます。でもちょっと待って、実はここからがポイント。ぐるぐる混ぜたらあえて何もしないとヤング氏は言います。データ収集しておいて放置ってありって思うけど、ヤング先生曰くアイデア作りにおいてこの無意識の作業が最も重要というのです。例えばパズルを無理やり完成させようとしてもなかなかピースがはまらない時ってありますよね。でも少し時間を置いてリラックスしてから戻ると、あれ？スッとピースがはまるという経験ありませんか？そもそもパズルなんてしないよ不毛な作業だって。まあまあ落ち着いて、この何もしない時間が脳内で情報を組み合わせアイデアを浮かび上がらせるのに重要なんです。データを集めたら意識的に別のことをするのが効果的。例えば散歩したりちょっとお昼寝したり、これが無意識にアイデアを育てるステップです。迷える子羊よ、ちょっと昼寝でもどうですか？まさに寝る子はアイデア生むってやつです。ステップ3、データを組み合わせる。自分の無意識に組み合わせを任せよう。次はデータの組み合わせです。ここで大事なのは意識して組み合わせようとしないこと。ちょっと奇妙に聞こえるかもしれませんが、なんと無意識に任せることが鍵というのです。例えばパソコンの中のデータを自動でバックアップしてくれるクラウドのように、脳内も勝手に情報を整理してくれる機能を持っているんです。シンプルに言えば、必要な時にふっと何か思いつくことってありますよね。その時に思い浮かぶアイデアがそれです。もし焦ってアイデアを出そうとしても空回りしてしまうことが多いです。私も何時間もかじりついてアイデアを出した。宣教新聞のトピックを発表したら羊たちに破られてブーイングの嵐だったこともあります。このように自分で考えたアイデアは使えないことが多いです。そしてヤング氏はこうも語っています。新しいアイデアというのはすでにあるものとすでにあるものの組み合わせである。私たちが使っているサービスの多くは新しく出た技術を使いやすいようにするためにすでにあるシステムを組み合わせて斬新な技術になったという例は数多くあります。無意識の中で情報が自然とリンクしてポンとひらめきが現れる瞬間を待ちましょう。散歩やリラックスタイムに身を任せるのも重要。自分の脳を信じましょう。あなたの無意識がアイデアのパズルを組み立ててくれるんです。考えすぎてはダメ。むしろ何もアイデアが出ない時ほど散歩にでも行って風に吹かれてみたり愛犬と遊んでみたり、もう全てを任せてしまって OK。 そのうちこれかもって瞬間が訪れるはず。つまりうまくいかない時こそ一旦距離を置くのが大事なんです。
ステップ4、アイデアのひらめきたければリラックスし、ひらめきを現実化する。そして、ついにひらめきの瞬間到来。やった。世紀最大のひらめきを天がくださった。これで俺も億万長者だ。ちょっと待って、焦らないでください。その前にリラックスが必要です。焦りすぎると、せっかくのアイデアも逃げちゃいます。何でも、アイデアが思いつく瞬間というのは、例えば、シャワー中や運転中、果てはトイレに座っていると。僕がさっき寝ろって言ったのは、これのため。ひらめいたら、それをしっかり現実化しましょう。このリラックス中のひらめきが大事で、ひらめいたらすぐに行動。この行動の速さが良いアイデアを現実化させる鍵です。すぐ行動って何をすればいいんだよ。ラム肉目。そうおっしゃる。子羊のために教えましょう。まずすぐにメモを取る。他は声に出して誰かに話す。とにかくアウトプットが大事になります。アイデアは儚いので、推しのコンサートチケットと同じで、すぐ行動しないと消えちゃいます。思いついた瞬間に忘れないようにメモ帳やスマホを活用しましょう。ここでお知らせです。宣教師レジュメのチャンネルは、専門書や技術書、クリエイターに役立つ書籍をメインに要約紹介をしています。あなたのクリエイティブライフを良いものにするために宣教していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは続きをしていきます。ステップ5、アイデアのチェック。ひらめきを現実化する。最後のステップはひらめきを現実に落とし込む作業アイデアのチェックです。ここで必要なのは冷静さ。ひらめいた瞬間はうわー、これ最高と思っていても、時間が経つとあれちょっと違うなとなることってありますよね。真夜中のテンションで描いた演説の原稿とか、やだこんなの描いてたの僕って恥ずかしさ爆発しちゃう時ってあると思います。なのでひらめいたアイデアをそのままにせず、しっかりと現実化し、ブラッシュアップする必要があります。ブラッシュアップするって言ったって、具体的にどうするんだよ。革製品にしちまうぞ。そんな革製品が大好きな子羊のためと教えましょう。例えばあなたが料理を思いついたとしましょう。これだと思って作ってみたら、ちょっと味が足りないなんてことありませんか？アイデアも同じで、初めてのひらめきが完璧とは限らないんです。でもそれを試してみて少しずつ手を加えれば、どんどん良くなっていくんです。ヤング先生も言っていますが、ここで大事なのはフィードバックを得ること。そう自分だけでなく他人に見せてみることもアイデアを磨くためには非常に有効です。冷静なチェックと少しの修正がアイデアをさらに輝かせるんです。ここでアイデアをじっくり検証してみましょう。全てが完璧なわけじゃないけど、磨けば光ることもあります。ちょっと手を加えたり、誰かに意見を聞いてみるのもありです。この作業を繰り返して、あなたのアイデアは本物になっていくんです。いかがだったでしょうか？今回はジェームス W ヤングのアイデアの作り方を紹介させていただきました。この動画を参考にすれば、あなたの頭の中にも素晴らしいアイデアがいっぱい浮かんでくるかもしれません。この方法を使えば、アイデアが煮詰まっても焦る必要はありません。頭の中にデータを貯めておき、リラックスしておけば、いつかパッとひらめく瞬間が訪れるはず。アイデアの生み出し方を知っていれば、仕事やプロジェクト、日常のどんな場面でも創造的な解決策を見つけられるようになります。次にアイデアに困った時は、この本、そして僕の動画を思い出して実践してみてくださいね。少しずつあなたのクリエイティブが発揮されていくはずです。それでは良い創作ライフを。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録といいねお願いしますね。